プラハは今、11時です。私は今回のジャパン ECR ブースのキュレーターの杉山至と言います。よろしくお願いいたします。まず最初のこのライブインタビューの趣旨について説明いたします。今回の PQ2023 の全体のコンセプトはレアビジョンです。私たち日本チームはこれを受けて2つの言葉を選びました。一つはマレという漢字です。このマレという漢字には意味が2つあります。一つはまさにレアということ、もう一つは希望の希、望みということです。パンデミックの後の混沌とした世界の状況の中にあっても、希望を持って未来へ進んでいこうという思いを込めました。もう一つはつながる、コネクトということです。パンデミックにより私たちは分断されました。これほど様々な距離、ディスタンスというものを意識した時もありません。しかし今までと違うつながり方、例えばウェブ上でリモートでつながるという手段も同時に手に入れました。距離と時間、言葉や文化など様々な分断を超えて新たにつながり直す方法を探したいと考え、このライブインタビューを企画しました。古典芸能から現代劇、さらにはアニメや漫画を原作としたミュージカル、2.5 次元ミュージカルなどのエンターテインメント、様々なジャンルの舞台芸術が共存しているのも日本の特徴です。このような状況の日本の舞台芸術シーンで活躍しているデザイナーの方15人にこのマレということとつながるというテーマに沿った作品を紹介していただき、生の声を届けるというのが今回のこのライブインタビューの趣旨になります。では早速始めたいと思います。Now let's start. 今日はですね、日本の、舞台芸術の様々なシーンで活動していらっしゃる舞台美術家の、のりみね正弘さんになります。のりみねさん、こんにちは。こんにちは。皆さん、はじめまして。のりみねまさひろと申します。今、日本は What's time in Japan? 何時ですか？今、午後の6時になりますね。午後の6時です。はい。それでは、早速、のりみねさんの、ちょっと自己紹介からお願いできますでしょうか。はい、OK です。じゃあ、ちょっと画面共有させていただきます。はい。画面見えてますかね。画面見今、てます。大丈夫はい。です。今、タイトルを出しています。題名、その作品のタイトルは、日本語で犯したものという発音をするタイトルです。犯したものというのは、日本語なんですけれども、犯したものというのを英語に訳すと、ブラスフィームにパーソン、で、ブラスフィーマーというような題名をつけています。というのも、日本語、やはり特殊な言語で、実はこの日本語で犯したものという意味が、英訳した場合に、100%伝わるかどうかっていうあたりも、日本の特殊性と絡んでくるかなと思って、あえてこういうページを作りました。ありがとうございます。次、簡単に自分の自己紹介をさせていただきます。1979年に生まれて、今44歳です。東京の、多摩アートユニバーシティ、多摩美術大学を卒業して、2007年には、日本の、政府からのフェローシップを得て、1年間ロンドンで研修をしています。僕の美術家としての特徴的なところというか、としては、基本的にはまずストレートプレイを軸に活動しています。で、ただし、その他にオペラとかミュージカルとかコンテンポラリーダンスとか人形劇などの装置とセットのデザインと衣装のデザイン、人形のデザインなど幅広い分野のジャンルの仕事をさせていただいてます。また、海外からいらっしゃる演出家との共同制作だったり、もしくは大学や高校で教える仕事であったり、劇場が主催するワークショップなど、そういうことも手掛けています。すごい幅広い。最近の、作品としては、手掛けた作品としては、東京のナショナルシ、新国立劇場というところで、トニー・クシュナーさんのエンジェルス・イン・アメリカという作品だったり、5月には、地獄のオールフェイス、テネシー・ウィリアムズの地獄のオールフェイスを自分の所属している劇団で公演しています。で、この後は、6月、7月は、日本の沖縄というところで、イギリス人の演出家のアレックス・バーンさんと、
共同制作の作品があります。というのが、一応自分の今のところの自己紹介になります。まず、この犯したものという作品の内容なんですけれども、時は1952年で、ちょうどこのタイミングというのが、日本が第二次世界大戦、太平洋戦争に負けて、これから経済復興していく、まさにその前の一番貧しかった時代というか、その時代が舞台です。特に、太平洋戦争末期の原爆投下における、その国としても人としても受けた非常に深い傷があり、で、その中でも、次の時代に向けて生きていこうとするような渇望、欲望を強烈に描いた作品です。このタイトルの犯したものというのの犯したことの意味としては、人類が原爆という、神の領域を犯してしまったというような意味があります。というのも、このちょうど1952年の日本というのが、これから経済復興を迎えるんですが、その時のきっかけというのが、隣の朝鮮で行われていた朝鮮戦争の、特需と言われる経済効果を背景に日本がまず成長、これから復興を成し遂げようという時期でありました。なので、原爆を落とされた被害者として、もしくはその落としたアメリカ側を加害者として原爆を落とした罪っていうことと、もしくはその日本が、反対に日本が朝鮮だったり中国だったり東南アジアだったりに向けてやっていた加害者で、その加害者の罰として原爆を落とされたという、原爆を落とした罪ということと、落とされたという罪、その両方がミックスされている特殊な時代だったと思います。というのが物語の背景にあり、描いている舞台設定としては、まだこの当時たくさん残っていた、その空襲によって崩れかけている崖の上に立つ家、屋敷というのが舞台になります。これが、舞台のセットの写真になります。非常に急勾配のある床面があり、そこに穴のようなものが開いています。非常に抽象的な表現で崩れかけた建物というのを表現しています。これが、その作品の図面になります。で、なんかデザインのイメージとしては、例えば上から見るとこういう形なんですけれども、それが、例えば日本の国旗のように見えたり、まさにその太陽の、コロナというか、核爆発、核融合そのものというか、みたいな風にも見えたらいいなと思ってこんなようなデザインにしました。横から見ると、こういうようなかなり急勾配になっていて、ここに削れたようなクレーター状の穴になっています。デザインのコンセプトとしては、そもそも、まず広島と長崎、原爆を投下された広島と長崎にクレーターはないんですね。被害を大きくするために、地面に着弾しないで空中で爆発させるという作戦というかやり方だったので、クレーターがないんですけれども、その原爆を生み出した人類のまさに犯した罪っていうのをどう舞台美術として視覚化するかというところにこだわりました。で、その上で、また同時に、その実際この舞台の上で演じる俳優というのが、非常にその極限戦後の混乱の中で、かつ人類の罪を背負って舞台上に立たなければいけないという極限の状況で生きる人間を俳優にどう演じてもらうかというのが、この急勾配につながっています。もう一度画面戻りますね。そのためにこういうようなビジュアルを選びました。この作品を今回のその PQ に選んだ理由としては、今、実際にその原爆投下されてからというか、戦争が終わってから70年以上経ってるんですけれども、今現在もその落とした加害者としての罪と落とされた被害者としての、もしくは人類全体の罪っていうものの葛藤に
には決着はついていないんですね。つまり戦争において、原爆というものを一つの起点にして、加害者としての日本の罪ということと、被害者になってしまった日本の罪っていうことの両方が、いまだにまず決着がついていないということですね。そして何よりも、皆さんご承知のように、今この瞬間、今こうやって話しているこの瞬間も、核兵器の使用というものが最も重大な危機として目の前に迫っていて、我々の人々の生活に影を落としているということがあります。そして、やはりこの作品でも問われていたように、たとえ人類そのものが滅んでしまうとしても、使う可能性を否定することができない、今この現状の人間存在の矛盾というものを抱えている作品だと思い、この作品を今回の PQ に向けて選びました。深いですね。やはり社会に生きる人、今の時代を生きる一人の人間として、もちろん政治だったり、経済の論理、いろいろなもので世の中というのは動いていくということは分かっているんですが、やっぱり僕たちが、杉山さんもそうですし、ここにいらっしゃる皆さんが手掛けているそのアートだったり、もちろん演劇だったり、そういうものでも、常にこの問題について問い続けていくという姿勢が何より大事だなと、今この時も思っています。以上で一応作品を選んだ理由と、この作品についての説明を終わりたいと思いますが、何か杉山さん、そして皆さん何かあればお願いします。ちょっと私からの質問ですが、もう本当に、まず感想ですが、素晴らしいプレゼンテーションどうもありがとうございます。いや、もう本当に深くて、で、やはり今回も、福島三部作って時さんが選んだ作品もそうだったんですけど、あるいは金井先生が選んだ、北斗の拳なんかもそうなんですけども、核の問題っていうことが、もう広島から私たちずっとつながっていて、で、原発の問題があり3.11の。で、それが古いことではなくて、世界がまた危機的状況になると常に舞い戻ってくる。常にそのテーマが舞い戻ってくる。でその時に昔の演劇作品も、今やっぱり演じられることの意味っていうものがすごく重要であるっていうのを、今回本当つくづく感じてます。で、私から質問なんですが、日本のそのね、本当にさっき見せていただいた図面も、観客席が200人ぐらいの本当に小さいフリンジシアターだと思うんですけど、日本のその演劇の状況、多分世界でいろいろ、いろんな演出家と関係されてるのりみねさんだからこそなんですけど、なんかその特殊性とか作り方のなんか、違いっていうのを感じたりしますでしょうか？これは多分、フリンジの小劇場に限らないと思うんですけど、非常に新作が多いんですね。新しい作品、ニュークリエイトの作品が多くて、で、かつ、その公演期間が短いですね。欧米に比べると1週間だったり2週間だったり、商業的な公演でも1ヶ月ぐらいとか短くて、いうのがそもそもあるので、必然的に全体の数がとても多くなります。新作の数が多くなりますね。なので、我々舞台美術、その他のスタッフの方もそうなんですけど、とてもその短い期間でデザインを仕上げていくという必要性があるんですね。なので、短いその準備期間、リハーサルの期間で、いわゆる欧米でいうとこのプレビュー公演というものもほとんどないので、はい。デザインそのものを作品と一緒に成長させたり、調整していくっていう時間はとても少ないなとは感じています。はい、ありがとうございます。本当そうですよね。創作の時間が短くて、で、すごくいい作品もあるんだけど、一回で終わってしまう。これをだから何回も作って、ね、何回も上演できたら、多分もっとお金のかけ方とかも変わってくるし、その財産になる作品が増えると思うんですよね。なんか本当消費されてるっていう感覚は強いと思います。はい。そうですね。その通りだと思います。のりみねさん、どうも本当にありがとうございます。
で、非常にやっぱり、重い作品で、PQ、こっちの方もいるとですね、結構自然素材であったりとか、やっぱ環境のことを意識してる。で、あと、死を扱う作品っていうのが死である。でも過去だけじゃなくて未来とか、そのことが、非常に今多いなっていうことをこっちに来て感じてます。で、あとやっぱ、環境問題ですよね。エコーセノグラフィーっていうような発想を感じるところもあります。ちょっと会場の様子を少しだけぜひ見せたいなと思います。ちょっとお客さんはあれですが、これ動かすと難しいですね。少し見えます。はい。見えます。ありがとうございます。はい。どうもありがとうございました。Thank you very Thank you very much. much. どうもありがとうございました。